皆さん、こんにちは。おにぎりくんの日本語発音教室のさちです。私は日本語の発音と会話の先生です。今日は日本の交通機関の使い方について詳しくお話しします。内容は次の通りです。1、交通系 IC カード。2、電車。3、新幹線。4、バス。5、タクシー。できるだけ詳しく説明しますが、難しい内容もあるかもしれません。わからないことがあったら、コメント欄に書いてくださいね。では、始めましょう。1、交通系 IC カード。交通系 IC カードとは、鉄道会社などが発行している交通系の電子マネーのことです。電車やバスなどを利用するとき、切符や乗車券の代わりになります。先にお金をカードに入れて使います。とても便利なので、多くの観光客が利用しています。また、コンビニやスーパーなどの商店でも使えることがあります。交通系 IC カードは、駅の券売機で買うことができます。買うとき、デポジットのお金が少し必要です。このデポジットのお金は、そのカードを駅に返却するときに返してもらえます。成田空港や羽田空港なら、観光客のためにデポジットがないカードも売っています。また、携帯に交通系 IC カードのアプリをダウンロードすることもできます。その場合、デポジットは必要ありません。さらに、クレジットカードなどと連携すれば、駅などで入金しなくていいので便利です。私の生徒さんたちもアプリを使っている方が多いです。交通系 IC カードは地域によっていろいろな種類があります。それぞれ発行している会社が違い、カードの名前も異なります。東京ならスイカやパスモ、大阪ならイコカやピタパがあります。基本的にこれらはどのカードでも全国で使うことができます。例えば、東京のスイカを使って大阪の電車に乗ることができるし、大阪のイコカを使って東京のコンビニで物を買うことができます。ですが、一つ注意点があります。基本的に一度に複数のエリアを同時に通ることはできないということです。例えば、東京から大阪に電車で行く場合、JR 東日本、JR 東海、JR 西日本、その3つのエリアを通ります。ですが、出発地点が東京なら、使えるのは JR 東日本エリアだけです。つまり、スイカを使って大阪に着いたとき、改札では、その3つのエリアの乗車料金をまとめて計算できないので、改札を出られません。改札を出られないときは、駅員さんに相談してください。2、電車。電車については、次の内容をお話しします。A、鉄道会社。B、電車の種類。C、電車の路線。D、切符の買い方。E、電車の調べ方。
F、改札の入り方と出方。G、駅構内の施設。H、電車の乗り換え。I、電車の遅延。J、特別な電車。K、乗車のマナー。A、鉄道会社。日本の鉄道会社は JR、私鉄、公営鉄道に分けられます。JR はもともと国営でしたが、現在は民営化され、JR 東日本や JR 西日本など6つの地域に分かれて運営されています。私鉄とは JR 以外の民間鉄道会社のことで、東急や近鉄などがあります。公営鉄道とは、政府や地方自治体が運営する鉄道のことで、都営地下鉄や大阪メトロなどがあります。東京メトロは東京都が所有していますが、民間企業が運営を行っているため、私鉄と公営鉄道の間とも言えます。また、モノレールや路面電車の運営は、私鉄や公営鉄道が行っています。つまり、様々な団体がそれぞれ別々に電車を運営しているので、切符の販売場所や出入り口、乗り場が異なります。特に首都圏の路線図は非常に複雑です。大きな駅には複数の鉄道会社の駅が集まることがあります。例えば、川崎駅には JR 川崎駅と京急川崎駅が存在します。観光客にとって切符の購入は難しいかもしれません。交通系 IC カードを使えば、どの鉄道会社の電車でも利用できるので便利です。ちなみに JR は他の鉄道会社より路線が多く、値段が安いのでおすすめです。B、電車の種類。普通の電車はすべての駅に止まるので、各駅停車と言います。それに対して同じ路線に快速列車が走ることもあります。快速列車は時間を短縮するため、一部の駅にしか止まりません。快速列車の中にも、特急、急行、快速など、いろんな種類があります。止まる駅が少ないほど、目的地までの到着時間が短いです。また、複数の路線の電車が同じ乗り場を利用する場合もあります。つまり、同じ乗り場で時間によって電車の種類や路線が異なることがあるということです。乗車するときは目的地に止まるかどうか確認をしてください。一部の快速線を利用するとき、特急券や指定席券などが必要な場合もあります。例えば、成田空港と東京都内を結ぶ快速船、成田エクスプレスを利用するとき、乗車料金のほかに指定席料金を払って指定席券の購入が必要です。C、電車の路線。日本の鉄道はたくさんの路線があります。路線の名前は数字ではなく、ほとんどは漢字で名前がついています。JR の場合は、山手線、京浜東北線、京葉線などです。JR 以外は運営会社の名前を含むことが一般的です。例えば、京急本線、東急東横線、東京メトロ東西線などです。
路線が多くて区別がしにくいので、路線の看板と車両は色が分けられています。例えば、山手線は緑で、京浜東北線は青です。都市郊外と都市部を結ぶ鉄道では、上りと下りの表現があります。一般的には、上りは都市方面に向かう電車のことで、下りはその逆方向に向かう電車です。同じ路線の同じ方向でも終点が違うこともあります。例えば、南に行く京浜東北線の終点は、桜木町駅もあれば、蒲田駅もあります。電車の終点が蒲田駅なら、蒲田行きと書いてあります。特に遠い場所に行くとき、電車の終点を確認する方がいいと思います。電車の終点は、駅の看板や電車に書いてあります。もう一つ注意が必要なことがあります。2つの路線がつながって、途中で路線が変わることもあります。例えば、埼京線と臨海線はつながっているため、新宿駅から新木場駅まで行くとき、大崎駅までは埼京線で、大崎駅からは臨海線です。つまり、新宿駅から新木場駅に行くとき、2つの路線を利用しますが、乗り換えの必要がありません。D、切符の買い方。切符は駅の改札の前にある券売機で買うことができます。基本は現金で買います。クレジットカードで買える券売機もありますが、現金を持っている方が安全です。切符を買うことがめんどくさいと思う方は、交通系 IC カードがおすすめです。駅には、券売機と形が似ているチャージ専用機もあります。それは、交通系 IC カードのチャージしかできないので注意してください。E、電車の調べ方。電車の発車時刻や乗り換えなどの情報を調べるために、私たちは乗り換え案内のアプリや Google マップを使うことが多いです。ウェブで路線のキーワードを検索すると、たくさんのサイトが出てきます。日時や出発地、目的地などの条件を入力して、交通情報を検索することができます。F、改札の入り方と出方。買った切符や交通系 IC カードなどを使って改札を通りましょう。手荷物の保安検査は不要です。切符は改札の穴に入れます。出てきた切符を取り忘れないように注意しましょう。交通系 IC カードやモバイル Suica の場合は、改札の上にタッチします。そして、改札を出るときも同じようにします。もし、切符や交通系 IC カードの金額が不足している場合は、改札を通れません。改札の近くに乗り越し精算機がありますので、不足分を払えば改札を通ることができます。G、駅構内の施設。電車の駅構内にはコンビニやトイレがあります。大きい駅なら飲食店、本屋、服屋などがある場合もあります。百貨店やショッピングセンターが併設していることもあります。一般的に駅の周辺は街の商店街があって、たくさんの人や店が集まっています。H、電車の乗り換え。
乗り換えとは、出発駅から目的駅まで一本の路線では到着できないとき、途中の駅で路線を変えなければならないことです。途中で路線を変える駅は乗り換え駅と言います。出発駅から目的駅まで乗り換えが数回必要な場合もあります。1回の乗り換えは主に3つのパターンがあります。まずはパターン1です。駅 A から路線1を利用して駅 B で降り、路線2に乗り換え、駅 C に行きます。その場合、乗り換え駅 B には駅 A からの路線1と駅 C までの路線2が両方あるので、駅 B は改札を出なくても乗り換えができます。次はパターン2です。駅 A から路線1を利用して駅 B1 で降り、改札を出ます。そして歩いて近くの駅 B2 の改札に入って路線2を利用して駅 C に行きます。その場合、駅 A からの路線1は駅 B1 に属し、駅 C までの路線2は駅 B2 に属します。つまり、乗り換え駅は B1 と B2 の2つの駅です。駅 B1 を出るとき、看板の指示に従って駅 B2 に近い改札を出る方がいいと思います。最後はパターン3です。駅 A から路線1を利用して駅 B1 で降り、乗り換え改札で隣接の駅 B2 に入ります。そして駅 B2 で路線2を利用して駅 C に行きます。このパターンはパターン2と同じく、乗り換え駅は B1 と B2 の2つの駅ですが、違うところは2つの駅の間に乗り換え改札があることです。そのため、駅 B1 を出なくても駅 B2 に入れるので、パターン2より便利だと思います。I、電車の遅延。日本の電車は基本的には予定の時間通りに到着します。ですが、混雑している時間や台風や地震の時などは遅れることもあります。その場合は、駅の電光掲示板にどのくらい遅れるのか書いてあります。時間通りに電車が来なくても慌てないでくださいね。ですが時々、大きな事故などで電車が完全に止まることもあります。その時は、代わりに他の路線が同じ運賃で乗れるようになっていることがあります。それを振り替え輸送と言います。もし1時間以上待っても電車が来ない場合は、振り替え輸送になっていないか、駅員さんに確認する方がいいかもしれません。J、特別な電車。電車によっては特別な降り方をする場合があります。普通は駅に到着すれば自動で扉が開きます。ですが、車内にあるボタンを押さないと扉が開かない電車もあります。その場合、扉の近くにボタンがありますので、降りたい駅に着いたら押してください。都会ではあまり見かけませんが、地方に行くと時々見かけます。他の特別な電車として、車両が途中で切り離されるものもあります。例えば、大阪駅から関西国際空港に行くときに使う JR の紀州路快速です。
前から4車両は関西国際空港に行きますが、後ろの車両は別の場所に行きます。大阪駅から関西国際空港に行く途中の駅で車両の切り離しがあります。ですから、もし大阪駅で5車両目に乗ってしまったら永遠に空港に着きません。事前に調べてよく注意してください。K、乗車のマナー。電車を待つときは乗り場で列に並んで、電車に乗るときは先に車内の人が降りてから自分が乗ることが一般的なルールです。車内では基本的に静かに話します。時々大きな声で話している人がいますが、それはいいことではありません。また、飲食と喫煙は禁止です。少しの水や飲料水なら大丈夫ですが、アルコールは飲まない方がいいと思います。また、車両の端に優先席という席があります。それはお年寄りや妊婦、体が不自由な方が使う席です。電車が空いているときは座っても大丈夫ですが、混んできたら立った方がいいと思います。3、新幹線。新幹線について次の内容をお話しします。A、乗車券と特急券。B、自由席と指定席。C、切符の買い方。D、会話練習。A、乗車券と特急券。新幹線に乗るためには、乗車券と特急券の2枚の切符が絶対に必要です。乗車券は乗車する権利で、特急券は特急に乗る権利です。例えば、東京駅から新大阪駅に行くとき、在来線を使うなら乗車券だけでいいです。ただし、在来線だと9時間以上かかるかもしれません。そこで乗車券と特急券を買って新幹線に乗れば約2時間30分で行くことができます。B、自由席と指定席。新幹線の座席には自由席と指定席があります。自由席は自由席がある新幹線なら1号車から3号車であればどこでも座れます。ですが、年末年始などの繁忙期は座席に座れないこともあります。一方で指定席は、切符を買うときに新幹線の時間と席を決めることができます。そのため、自由席より値段が少し高いです。もし指定した新幹線に乗れなかったときは、当日の他の新幹線の自由席に乗ることができるので安心です。C、切符の買い方。新幹線は JR が運営しています。新幹線の切符が買える JR の駅に行くと、緑の窓口があります。そこに行って、駅員さんから直接買います。または、緑の窓口の近くの券売機で自分で買うこともできます。券売機は、英語、中国語、韓国語などの外国語にも対応しているのでおすすめです。新幹線の改札に入るときは、乗車券と特急券の2枚が必要ですが、乗車券と特急券をまとめて買う場合、1枚の切符になることもあります。その場合、切符には、乗車券、新幹線特急券などの文字が書いてあります。また、エキネットやスマート EX などのサイトでも新幹線の切符を買うことができます。
D、会話練習。ではここで、切符を買うときの駅員さんとの会話を練習してみましょう。皆さんは切符を買いたい人になってください。はい、かしこまりました。大人1名様でよろしいでしょうか。普通車とグリーン車がございます。座席は窓側でお取りしてよろしいでしょうか。往復ですか？片道ですか？金額は1万5千円になります。いかがでしょうか。グリーン車というのは広い座席がある高級な車両のことで値段が高いです。往復は行きの切符と帰りの切符のこと。片道は一方向の切符のことです。自分で券売機にて切符を買う場合も同じような情報が必要になりますので、事前に準備をしておいてくださいね。4、バス。バスについて乗り方と降り方をお話しします。バスの乗り場は空港や駅の前、路上にあります。バスの乗り場は Google マップにも表示されますが、とても小さいので位置がわかりづらいこともあります。バスの乗り場はバス停と言います。バス停が1箇所にたくさんある場合は、目的地を確認してください。また、バス停には時刻表があります。時刻表には平日と休日のバスの到着時間が書いてあります。休日の方がバスの本数が少ないことが多いです。一つのバス停で違う場所に行くバスが複数あることがあります。バスに乗るとき、バスの路線番号を確認してください。また、書いてある時間にバスが来ないこともあります。道路が混んでいたらバスは遅れます。バスがバス停に到着したら、2つの扉が開くことがあります。どちらの扉から乗るかは、バスによってバラバラです。もし乗る扉がわからなければ、運転手さんに聞いてください。前の扉からバスに乗る場合と、後ろの扉からバスに乗る場合で、運賃の払い方が違うことがあります。前の扉から乗るときは、運賃は乗るときに払うので、どこまで行っても同じ値段です。交通系 IC カードや現金が使えます。現金で払うときは、なるべく硬貨を用意しておく方がいいです。バスによっては、お釣りが出ないバスがあるからです。紙幣しかない場合は、運転手さんにどうすればいいか確認してください。一般的にクレジットカードは使えません。一方、後ろの扉から乗るときは、運賃は降りるときに払うことが多いです。交通系 IC カードでお金を払う場合、バスに乗るとき、後ろの扉の近くで IC カードをタッチしてからバスに乗ります。利用する区間によって運賃が違うので、それがその人がどこから乗ったかの記録になります。そして降りるときは、運転手さんの横の精算機にもう一度カードをタッチして、前の扉からバスを降ります。現金でお金を払う場合は、乗るときに乗車券を取ってバスに乗ります。そして降りるときは、運転手さんの横の精算機に乗車券を入れてお金を計算します。その運賃を現金で払ってからバスを降ります。バスの停車についても注意が必要です。日本のバスはバス停に到着する前に降りるボタンを押さないといけません。
もし降りたいバス停にバスを待っている人がいなければ、そのバス停には止まらないかもしれません。運転手さんが自分の降りたいバス停にもうすぐ着くことを車内で放送したら、必ず降りるボタンを押してください。5、タクシー。日本のタクシーの値段はとても高いです。地域や時間によって違いますが、都内では最低料金が500円で、約1キロを超すと255メートルごとに100円が加算されます。つまり、昼間に10キロを走る場合、4000円くらいかかります。夜の10時から早朝の5時までタクシーを使うときは、値段が2割ほど増えますので注意が必要です。休日と平日の運賃は変わりません。支払いは交通系 IC カード、クレジットカード、QR コード決済、現金などが使えます。タクシーによっては支払い方法が少ないこともあるので、乗るときに自分の支払い方法が使えるかどうか確認しておくと安心です。では、タクシーに乗る方法を3つ紹介します。A、タクシー乗り場に行く。B、アプリを使う。C、路上で手を挙げる。A、タクシー乗り場に行く。空港や駅の前にはタクシー乗り場があることが多いです。雨の日は特に利用者が多いので、タクシー乗り場で並ぶ可能性もあります。もしタクシー乗り場にタクシーがいない場合、待っていればタクシーが来ます。B、アプリを使う。タクシーを呼ぶアプリがいくつかあります。有名なものは DD、Go、S ライドです。それぞれ使えるエリアが決まっていますが、大都市なら使えることが多いです。便利ですが、運賃の別に送迎料や手数料がかかる場合もあります。C、路上で手を挙げる。道路で空車のタクシーを見かけたら、手を挙げると、それを見たタクシーは止まってくれます。ですが、賃送、支払い、貸し切り、予約、迎車、回送のタクシーには乗れません。賃送はすでに他の乗客が利用中という意味です。支払いは現在乗客が運賃の支払いをしているという意味です。貸し切りは特定の乗客以外は使えないという意味です。予約と迎車はそのタクシーを予約している客のもとへ向かっているという意味です。回送は車庫に戻っている途中か運転手の休憩中という意味です。ちなみにタクシーが空車状態の時、LED 表示板は赤色です。最後にタクシーに乗る時の注意があります。乗る座席は後部座席です。人数が多い場合は助手席も使えますが、基本は後部座席に座ります。タクシーの扉は左側しか開きません。扉は自分で開けたり閉めたりしないでください。運転手さんがボタンを押すと自動で開閉するようになっています。ただし、助手席に乗るときだけは自分の手で開けましょう。大きな荷物があるときは、運転手さんが車の後ろのトランクに荷物を乗せてくれます。また、タクシーの車内では基本的に食べ物は食べません。日本の交通は複雑で、今回ご紹介した内容の他に、飛行機や船、レンタカー、
通勤通学向けの定期券、回数券、観光向けのフリーパスなどいろいろあります。一つの動画では紹介しきれないので、もしチャンスがあれば他の動画で紹介するかもしれません。今回の動画はここまでです。もしこの動画が役に立ったと思った方は、ぜひいいねボタンを押して教えてくださいね。そしてもっと勉強がしたい方は、おにぎりくんの公式サイトもご覧ください。日本語の発音と会話練習用のアプリもダウンロードできます。また、個別指導をご希望の方は、そちらからお問い合わせくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。